はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで、今回なんですけど、ワンピースがですね、昨日というか、エルバフ編が始まりまして、で、だったら今日、死滅回遊、呪術廻戦もね、死滅回遊の前編が終わって、まだ後編が残ってる。ですけど、一旦死滅回遊が前編が終わって、その死滅回遊のキャラ編、死滅回遊編 VS エルバフ編のキャラクターだったら、どっちが勝つのかやってみたいと思います。一応、ゴッドバレーと、巨人族、そのあたりをメインに入れました。もちろんね、エルバフ編だったらいっぱいいるんですけど、登場するキャラクターは。でも一応、死滅回遊側はこんな感じ。ミゲル、一応人外魔境って書いてあるけど、ほぼ死滅回遊でしょうっていうことで。ミゲル、カシモ、つくもさん、おっこつくん、マキさん、賢弱、そして五条先生。最終決戦五条先生だと無加減になっちゃうんで、五条先生。で、一応死滅回遊というかね、人外魔境虎杖くん、そして完全大少なという感じになってます。で、こちらが、ドリー・ブロギー。やっぱり、ね、巨人族は入れたいでしょっていうことで、ドリー・ブロギー、そしてギャバンと、レイリー。これ、若ギャバンと若レイリー。やっぱりゴッドバレーはね、入れないと、ロジャー海賊団。で、ガープもやっぱり絶対入れたいよね。でそこからロキ。やっぱりエルバフのね、象徴的なキャラクターといえばロキ。で、エルバフルビー。で、ロックスのロジャー、ゴッドバレーロジャー。もちろん他にもね、シャンクスとか、今回はさ、赤髪海賊団がついに、いろいろ動き出したりとかするから、ね、もちろんイム様とかね、サタン星とか、サタン星っていうか五老星とかもね、活躍し始めるんだけど、やっぱりちょっと、その中でも、抜粋して、あと、かつネタバレになりすぎないキャラクターで今回ちょっとやってみました。いや、どうなんだろう、序盤は、ワンピースだと思うんだけど、後半だよね。この3体がとてつもなく強いから、そこでどうなるかっていうところなので、まずミゲル VS ドリー。これ戦いそう。さあ、ドリーと、いいね、これドリーとミゲルとかも、いやーでも、いや、意外と戦えるか。ドリーがね、そんな4校とかさ、それほど強くはないから、いくらね、ドリーも強いって言っても、4校やら、なんだろうな、そういう強キャラ、個人的にはおでんが強キャララインだと思ってるんだけど、そこのレベルではないから、いやでもなんかそんなに食らってないか。でもミゲルはな、遠距離ないしね、近距離対決したらそれはやっぱりドリーと殴り合うとそれは勝てないから。さあどうだ、ここでまだミゲルは60、体力60残っている。さすが五条悟の攻撃を耐え続けた男。ミゲル結局最後までねあれだったしね、あんまりちょっと、おっとここでやられたか。じゃあカシモ、さあカシモどうでしょう。戦うね。さあ大きいから、やっぱりドリーは大きい分、やはりダメージ与えるダメージ範囲とか大きいとは思うんだけど、それでもやっぱりね、圧倒的火力で、防御力はなさそうだね。これ体力10とかなんか一瞬8とかになったりするんだけど、防御力なんかたまに下がるんだけど、なんかこれカシモの能力とかそんなんではないよね。さあここでカシモが残り体力おそらく半分ぐらいになってるんじゃないか。いやー、ミゲルと半分だね。ミゲルとカシモでドリーを1人倒せるとかだったらちょうどいいと思うんだが、しかしそんなことはさせてくれなさそうだ。ドリーやはり強い。さあここでフィニッシュした。次つくもさん。さあつくもさんこそ、いや倒すとやっぱりつくもさんは相性良さそうだね。でさらにブロギーをもうおっとこれあるか。さあ次ブロギーいきます。はい、ブロギー。次はブロギー。大型に対して確かに強そうだな。確かにガリだったよ。ほとんど当たりそうだしな、そのつくもさんで。ワンチャンブラックホールでギャバンまで倒しちゃうみたいなことできたりするのかいこれ。さあブロギーが残り体力120減って262。つくもさんまだ反転術式があるんじゃないかこれは。いやすごいね、つくもさんやっぱりそうなんだよ。確かつくもさんワンピースのキャラクターに対してなぜか強かった気がするから、今回一応つくもさん入れた。でも言うてあれだよね、死滅回遊の中でも本当に強いキャラクターだから、それも入れたってのもあるんだけど。さあここでしかしやられてしまうか。でもブロギーに対して2桁までいった。いやこれはかなり頑張ったんじゃない。さあ次おっこつくん。ちょっとすぐ出せるように、ちょっとこれはこうトントン、間違えた。そうね、はい。さあここはもう倒しちゃうか。倒した。早い思ったより早い。では次ギャバン。さあギャバンとおっこつくん、こっからちょっと強さ跳ね上がるかな。
ドリブロギよりかはちょっと強さは跳ね上がる気がするけど、でもそれでも多分領域展開したら一気にギャバン倒せるかもぐらいだと思う。前そうだったんだよね。なんか全然これおっこつくんだったかな、誰かきついなと思ったら領域展開した瞬間になんか一気にギャバンがダメージ食らった。でもおっこつくんだった気がするな。前もなんか防御ができなくて多段ヒットして、クルスの技で多段ヒットしてみたいな、そんな感じだった気がするんだけど、いやしかしおっこつくんがこれやばいんじゃない？体力もうやばい気がする。おっこつくんなんとなくだけど体力が169と300、さあ来たぞ領域展開。いやしかしなんだ大丈夫か。おお、そうこの領域展開がとんでもない火力を確か出したはず。さあしかしおっこつくんの体力が残りもう100切ってるので、どうだ、まだ打てる。50、さあいいよ。ガバンに対しておっこつくんが非常に頑張ってはいる。これあれだね、ちょっと待って、これさバリアブロック広めて多分どっか行かないで、次マキさんか。じゃあマキさん行きます。さあマキさんはねちょっと弱体化しちゃったんだよね。前までとんでもなく強かったんだけどちょっと落ち着いたっていう感じではある。それでもやっぱりもちろん強いんだけど、でもやっぱり同じ剣技同士だとギャバンが跳ね返すか。二刀流同士の対決にはなるが、いやギャバン強い。やっぱりおっこつくん先すごかったな。いやでもこっから一応遠距離攻撃の賢弱にはなるが、なんとかマキさん最後に早々にやられてしまったぞ。さあ賢弱、これ賢弱そうなんだよ、敵対側だから確か敵になんないんだよ。これ呪霊大丈夫かな。これギャバン呪霊倒してくれるかな。いやその前にギャバンを倒すか。いやあんまり食らってない、ほとんど食らってないんだけど、これ呪霊ちゃんと敵対するギャバンに。多分ゲトっていうか賢弱が出した呪霊は攻撃してくれると思うんだけど、賢弱やられたら弾け飛ぶのよ呪霊が。その呪霊たちと戦ってくれない可能性あるな。そしたらどうなんだわかんないけど、さあギャバンが89、全然ダメージが入らなくなってきた。さっきおこつくんの時かなり、好調だったんだが82かでさあ領域展開、そうか領域展開あるわ。でも違う、これ放送バーだ。放送バーじゃなくて賢弱の方の領域展開だったら相当強かったんだが、いやしかしこれはガコンあれこれ賢弱やられてギャバン今これあれだね、放送バーの技で消えた。これどうなってんだ。いなくなった。賢弱やられた。いやいるわ。さあ次レイリーと、なんでだろう、なんか今のはちょっとかわいそうだけどねギャバン。敵がいなかった判定だからぼーっと突っ立ってたけど、放送バーの能力でその3秒間その中にいると、ここで領域展開。これは相当きついんじゃないかと思ったらダメージ入ってる？いやダメージ入ってないですね。わかんない、今止まってたからかな。ダメージ入ってない気がする。定数ダメージが、いや入ってるね。おそらくダメージが、いやどうなんだ。でも定数ダメージそんな入ってない気がしちゃうぞ。いやこのやり方は多分入ってるな。240、こんな多分ダメージがっつり入んないから、多分これ領域展開の技が入ってると思いたい。ちょっとずつなんか定数ダメージがチクチクどころかかなりの定数。さあここで賢弱がやられてしまった。しかしこれ意外とね呪霊たちきついのよ。これ強くなったのよ呪霊さんたち。いやでも相当やっぱりあんまりでも、まあ10ぐらいダメージ与えたかな。さあこっから参りますわ。これ誰が出した。ここから参りますわ。五条悟といったところだが、残りタイム170いきましょう。さあ五条悟 VS これはもちろんギーンレイリー一発さあ一発でなんとレイリーを倒し、こっからガープ紫、いや紫キャンセルした。多分おそらく今紫キャンセルした。今これ紫入ってたらガープ死んでたんじゃないか。ワンチャンあるかもしれん。さあこっからさらに面白くなる気がする。これすぐ決着ついちゃいそう。なんか一瞬だけでもちょっとそらしちゃうと、ちょっとロッキーとかちょっと準備するんで後にしますね。これ多分ね一瞬で決着つく、その五条先生の一発の技で。さあ今のところガープが圧倒的に有利な感じではなっている。そっか、あとあれだルビ
ルビーの場合は確かねスクナとか相手じゃないとルビーダメージ入らなかったんで、ちょっとそこを気をつけます。虎杖くんじゃ多分入んないんだよね。ルビー最後にしようかな。ルビーは最後で完全体スクナならダメージ与えられるんで、ちょっとこのルビーを一旦こっちにして、まあロックスちょっと変えるか。今こんな感じ、ロキと、ロックスと、ロジャーとルビーで、今こちらが五条先生出たんで虎杖くんと完全体スクナ、今こんな感じだね。さあ今のところ、おっと全然あれだな、紫打ててないか、打ってるのか、いやなんか打ててなさそうだな。180、とんでもないガープが攻撃をし続ける。いやいやいや、強い強い、いやはや強い強い、あーやられた。さあそして虎杖くん、この虎杖くんも強いからね。なんだったらスクナより強い、完全体スクナよりワンチャン強いし、五条先生にも勝てるかもしれないんだけど、やっぱり相手は何といってもワンピースモッドの最強格ガープ。いやワンピースモッド強いね。まあそっか、前はカイドウニューゲートもちろん強かったけど、それよりさらにあれか、ガープがなんかね異常に強いんだよな。その壁に、まあニューゲートが一番なんかワンピースに対して強そうだけど、意外とロックスとかさ、ロックスが意外となんかその呪術廻戦モッドでは厳しいみたいな感じではあったはず。まあちょっとモッドが違うからっていうのはあったかもしれんけどね。さあ先決でガープに対してダメージをチクチク今与えている。だいぶ今体力半分ぐらいは削っているとは思うんだけど、しかし虎杖くんもうだいぶ反転術式は消えてはいるとは思う。これ相当ダメージ受けてるもんね。なんだったらもう反転術式切れたまであるか。いやまだか、いくらなんでも。さあ体力67、さあ虎杖くんが一気にいくぞこれで。ガープがかなり強かったと思うんで、ロキがもしかしたらさっとやられてしまう可能性はある。さあまだ虎杖くん体力が全然ある。反転術式で意外と体力マックス。さあまだ元気ピンピンなので、ここで早々になんかガープの大技が来る前にこれ虎杖くんが倒しておきたいところ。残り体力24。しかしガープのお尻プリプリ攻撃が止まらない。止まらねえからよ。やばい。24と地面がない。これがあると、しかしなんとか先決で倒して、次ロキだけど多分ね、これ虎杖くんとロキだと相当虎杖くん有利なんだよな。多分大きいから多段ヒットするんだよなこれ。確か前なんかもじろ虎杖くんとロキで倒した時に相当なんかもじろ虎杖くんが圧勝までいかんけど、まあもちろんロキもね強いからダメージ与えてたんだけど、結局反転術式含めて体力マックスでなんか次のキャラクターに変わった気がするので、いやでもロキかっこいいよなこれ。もうこれからもぜひね、ちょっとエルバフ編ロキ中村さんだからね、余計楽しみだよな。もうやばい、僕ワンピースのキャラクターでルッチとキザルが一番好きなんだけど、ロキがなんかあれだもん、なんか上に来そうな気がして、やばい。なんかワンピースカードとか絶対 SP ロキとか、まあコミパラはなかなか来んだろうけどね、 SP ロキとか来たら絶対買いに行っちゃう。出なかったらシングルカード買うよ多分。さあロックスもやっぱり強いけどね、虎杖くん相手道具だ。でも結構あれか、壁際に寄らせるかどうかによって、398、まだ反転術式ちょっと残ってるんじゃないかこれ。いやでもなんか明らかに反転術式の回復量が少ない気がする。残り体力300まで来てる。さあロックスはどうだ。ロックスの方は727、結構元気いっぱいですね。さあ元気いっぱいちゃんか。完全体スクナがまだ一応いるにはいるが、意外とね完全体スクナね、パッてやられるときはね、パッと消えて咲くからパーンって花火みたいに散るからな、線香花火みたいに。さあ220、ここです。よっと弾かれた。先決をうまく刀で弾いたんじゃないか。すごいな、刀で五右衛門やん、ルパンの五右衛門。さあ残り体力112、これは覇気一発でやられてしまうか。遠距離技でもやられてしまうぞこれは。612、ここで虎杖くんがフィニッシュ。まだしない、まだ耐えた。うまくなんか今受け身取ったぐらいの感じで食らわなかったね。さあ最後にどでかい技を一発っときたい。まあこれもかなり大きい技ではあるが、国戦を打ちたいところだが、しかしここで発動せず、じゃあ最後は完全体スクナ。さあ完全体スクナ VS ロックスになるが、これはね完全体スクナ意外とね、その福間水し打ったら強いんだけど、これしかもロックスがまだ体力400なんで5健在、さらにそこにゴッドバレーロジャー、そしてエルバフルビーまでいるとなったら、これは相当完全体スクナとしては、まあ福間水しを連発すればワンチャンあるかな。その福間水しを3回連続打つ。やっぱり福間水しはなんといってもやっぱり呪術廻戦のモッドの方は会員領域っていうのがあって、まあそのなんとかちょいちょいダメージを無効化できるというかね、抑えることはできるんだけど、ワンピースモッドはそういうのがないから、相当もう直撃する、まあほぼ
発動したらやられてしまうんじゃないかぐらいで、しかも、福間水地が発動した瞬間にフーガも撃つので、おっとここで早々に倒した。さあでも反転術式相当消えてると思う。これは残り体力900で一応回復はしているが、いやでもエルバフルビーが意外とっていうか、そのカイドウとかニューゲートとか、まあ強いんだけどルフィもね。でも完全体スクナとルフィだったら多分ルフィが完全体スクナが勝つとは思うのよ。あとは反転術式をどんだけ残してロジャーに勝つことができるのかで、しかもなんだったら完全体スクナはさっきも言ったように無限の勝ち筋がある。残り体力例えば200とかの状態でルフィ出した瞬間に福間水地を打てば、おそらくその200の体力削られる前にルフィを倒すことができるので、ここでロジャーにどんだけダメージを残した状態でこの完全体スクナはルフィに挑むことができるのかと言いたいところだから、下記の技連発。さあこれは反転術式がもうなくなってんじゃないか。いやまだあるかな。まだもう1回マックス回復分ぐらいはあるかこれ。755。しかし止まらない。とどまることを知らない。さあロジャーはどうする。追い詰めるか。いやまだ追い詰めない。さあここでフーガでやったね。これあるぞ。フーガで倒した。さあそして完全体スキナは体力マックスの状態です。マックスの状態でルビーと戦う。でもルビーはそうなんです、意外とね。でもそうなんだ、前ね虎杖スクナってやった時はエルバルビーが勝ってた。でも今回相手は完全体スクナ。でもその代わり反転術式はもうほとんどないと思った方がいい。相当ロックスとロジャーと戦って反転術式相当消えてるはずなんで。さあしかしルビーもまだもちろん負けてはいない。こっからさらに2課があるからね。2課になれば一気に体力減らせるんじゃないか。でこれ反転術式がもう消えてたとしたらおそらくさあ2課になった。さあ2課に変身したよ。でまだ完全体スクナが領域展開を打たない。さあ残り体力660。さあ反転するか。反転はしてまだしてない。これ見てるとまだしてない。まだわかんない。敵対してるから反転術式してない可能性もあるのでまだわからんが、これもし反転術式が切れたとしたらこっからルビー大逆転あります。あっと回復してないんじゃないかこれ。さっきからずっとなんか600とかから変わってないぞ。上がってないぞ。増えてない。407。さあ残り体力337。さあ2課がどうだ。138まで来てる。さあ雷避けた。避けましたね。雷を避けて、さすが鹿島の攻撃で雷慣れている。さあ残り体力が59、60、262。さあどうだ。いい勝負。先ほどの雷を避けたのが相当あれが勝敗に消したかもしれない。おー、ということで今回はもう反転術式もないじゃん。空っけつじゃん。神回ですねこれは。エルバフ編のワンピース VS 死滅回遊、人外魔境および人外魔境の、対決で、死滅回遊および人外魔境の勝利でした。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃお疲れ様です。バイバーイ。あっつー。